はい、どうも、ウランスです。今日はですね、フィルムのカメラについてお話ししていきたいと思います。で、何を話すかというとですね、先日発表された新しいカメラ XS20 についてのお話をね、していきたいなと思っております。皆さんは XS20 もう予約されましたでしょうか？ 5 月の末ぐらいから予約が開始だったんですけど、予約開始日の翌日にはもう想定以上の予約が入って、供給が追いつきませんみたいなね、プレスリリースが発表されてたぐらいね、人気のあるカメラなのかなと思っております。もともとこの XS10 がね、すごい人気機種で、かなりね、品薄がずっと続いていたようなカメラだったんですけど、それの後継機っていうことでね、結構買い替えをね、している方も多いのかなというふうに個人的に思っております。ただね、この XS20 に関しては、ちょっとマイナスの意見もちらほら出てきていて、結構先行レビューとかされてらっしゃる方とかの意見を聞いたりとか、あと SNS での反応とかを見ているとですね、なんかやっぱり高いっていうね、意見が結構あったなと思いまして、もともとね、自分この XS10 を愛用しておりまして、いいところも悪いところもいろいろ分かってきた中でですね、やっぱね、XS10 をしっかり使ってきたユーザー目線の、感想もね、検討されている方の参考になるかなと思って、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まずね、お話ししたい内容としては、この XS10 ユーザーが XS20 への買い替えをすることはありかなしかっていうところなんですけど、結論言っちゃうと、自分はありだと思います。ただし、これがただしがつくんですけど、この XS10 の使い方によって変わるかなと思ってます。今までこの XS10 をどういう風に使ってきたかっていうところで、例えばね、動画の方がメインで使ってきた人、写真はそこそこに動画でこれをカメラを使ってますっていう方なのであれば、XS20 への買い替えはありだと思います。むしろした方がいいんじゃないかなぐらいの感じです。ただし、この XS10 を写真メインで使ってた人、動画はもうそこそこに、写真機として使ってた人に関して言うと、これはね、別に買い替えなくていいと思います。はい。やっぱね、この XS10 もね、すごいいいカメラで、これも一つの完成形だとは思うんですよ。じゃあこのボディにもう必要な機能ほとんど揃っていて、で、こいつの弱点と呼ばれていたバッテリー関連とかも、正直ね、写真だけの仕様であれば、1日全然持つんで、あんまり弱点でもなかったんですよね。今まで言われてきてたその弱点っていうのは、動画ユーザー目線の話なんですよね。自分も、YouTube とかでね、YouTube 用とかに動画撮影とかしてるんで、その意見はすごく分かっていて、やっぱね、30分しかね、連続撮影できないし、動画で使ってると減りは早いので、1日全然持たないんですよ。でも、ちょっとした Vlog とかで長時間長回しせずに、ちょこちょこっと撮る分だったら全然ね、使えるんですけれども、それでもやっぱりがっつり動画用途で使うには、ちょっとバッテリー関連心もとないなっていうところがありました。でも、さっき言った通り、写真だけでね、1日スナップ写真を撮りって歩き回ってパシャパシャ撮っていくみたいなね、使い方であれば、全然こいつで持つんでね、問題ないかと思いますね。オートフォーカスとかに関しても、全然気にならないレベルで早いですよ、これ。なんでね、写真メインで使われてた方に関しては、もうこの XS10 全然現役で使えると思います。なんでね、無理やり買い替える必要はないかなという風な感じですね。動画ユーザーが XS20 に買い替えるメリットってなんだろうっていうところなんですけど、正直ね、この XS10 がボディで12万円ぐらいで買えたんですけど、XS20 に関しては、店頭価格でボディがだいたい約18万円しちゃうんですよね。6万ぐらいの価格差があるわけなんですよ。そこの6万円分の価値があるかっていうところが、多分 XS20 の買い替えるための、理由になると思うんですけど、自分はね、あると思います。6万円の価値。理由としてはね、まず、それこそさっき言ったバッテリー性能ですよね。これが、今まで使われてたこのバッテリーから、
新しくフラッグシップ機とかにも使われているバッテリーに変わったので、バッテリー容量がね、めちゃめちゃ上がってるんですよね。写真の撮影枚数とかで見ても、比べると倍になってるんですよね。なので、動画で使ってたとしても、かなり電池持ちが良くなってるっていう点は、かなりね、ストレスフリーに撮影ができるので、いいんじゃないかなと思います。その肝心の動画性能のところに関しては、XS10 からめちゃめちゃ進化してるんですよ。6K も撮れるようになりましたし、6K であんま撮影することはないけどね。もともとこいつが 4K の 30p までしか撮影できなかったのが、4K の 60p まで対応することができるようになりましたし、また422 10ビットでの撮影もできるようになって、かつね、オールイントラでの撮影もできるようになってるんですよ。すごくない？結構なね、動画性能のアップですよね。この動画性能とかに関していくと、ほぼほぼね、フラッグシップ機である XH2S の機能と遜色ないんですよね。それこそ 4K120p が撮れないとか、動画のね、シャッタースピードが24分の1が加減になってたりとか、そういったような細かな違いはあれど、ほぼほぼね、できることがフラッグシップ機と変わらない。ボディ内手ブレ補正も、この XS10 の6段から7段に上がって、XH2S と同じ7段軸になってますし、あと、オートフォーカス性能もね、かなり向上してるんですよね。センサー自体は XS10 と変わらない第4世代のね、センサー使われてるんですけど、プロセッサーはね、第5世代、フラッグシップ機と一緒のプロセッサーが積まれているので、オートフォーカス性能はめちゃめちゃ上がってます。被写体認識も AI 認識でね、もともと人物認識とかしかできなかったんですけど、それが他のね、乗り物系だったりとか動物だったりとか、いろんなね、被写体を検出できるようになってますし。あとね、X サミット見てね、すげえなと思ったのが、トラッキング性能めちゃめちゃ上がってますね。オートフォーカスで、人の顔をね、追従してくれる、ピントをね、外さずに動画を撮るみたいな。そういった性能がめちゃめちゃ上がってる感じなんですよね。やっぱこいつの動画性能のところでいくと、オートフォーカスの部分も若干気になる部分はあったんですよ。トラッキングっていう面で。結構 Vlog とか撮ってる時に、人を撮ることがあったんですけど、顔が隠れちゃったりとか、後ろ向きになった時とかね、結構ピント外したりとかしていて、オートフォーカス迷ってたりしてたんで、そういった面では若干ね、弱い部分はあったんですけど、その辺も全部ね、XS20 って解決してるというか、機能が向上して弱点がほんと克服されてるなっていう感じなんで、マジで理想の1台になってるんですよね。そういった面でも6万円の価値は、むしろ6万円以上の価値は全然あると思います。でね、SNS とかの反応に関しても、否定はしないというか、むしろね、わかる部分も、おそらくっていうか、自分の考えですけど、もともと皆さんは、この XS10 が、やっぱりエントリー機としてね、発売されていて、12万円ぐらいで買えて、富士フイルムの中での、最初の1台みたいな位置づけで販売されていたんで、この後継機である XS20 も、そのエントリー機として発売されるだろう。価格もかなり抑えられて発売されるだろうっていう期待があったんで、それに対して18万っていうところが高いっていうね、反応になってたんだと思います。正直、最初の1台として見れば確かにね、18万って高いんですよ。自分もこれ買うときに、予算よくて15万ぐらいだな、みたいな形で考えてたんで、そこの部分で見ると確かに18万って高いんですけど、でもですよ、S20 の性能面っていうところで、ほぼほぼフラッグシップ機である XH2S とできることがほぼほぼ変わらなくて、なのに、ボディは一回りちっちゃくなって、軽さも 500g を切ってるんですよ。XH2S とかだったら、大体本体バッテリー込みで 660g に対し、XS20 に関しては 491g になっていて、500g をね、切ってるんですよね。コンパクトでね、持ち運びしたいっていう用途に関していくと、この S シリーズってめちゃめちゃ良くて、で、その中で、性能も全然妥協せずに、この小さなボディに詰め込んだっていうのが、
マジでね、富士フイルムさんすげえなと思います。だって普通に考えてみたら、パソコンとかでも、性能良くてでっかいやつより、性能良くてちっちゃいコンパクトなパソコンの方が高いですからね。普通なんですけど、こっちはね、フラッグシップ機よりも価格を抑えて、20万以内、18万円で買えちゃうというふうに思ったらですね、ちょっとなんか、あれ高くないんじゃないかって思いません？思わないかな。だからあれですよね。おそらく、この XS20 っていうカメラは、もう XS10 でカメラをデビューして、で、こいつでちょっと物足りなくなってきた人たち向けのカメラなんじゃないかなと思っております。正直ね、XS10 も併売してくんかなと思ってたんですけど、XS10 はね、ちょっとディスコンになっちゃったんで、今ね、富士フイルムのカメラで、一番安いカメラってなったらどれかっていうと、この XS20 になっちゃったんですよ。だから、皆さんね、いや、高いだろうっていう反応になってるのかなと思うんですけれども、これ単体だけで見ればね、この機能とか性能面見ていくと、そんなに妥当なんじゃねえかなって個人的には思うんですけど、でも気持ちはわかるし、自分としてもエントリー機として見たら高えなって、それは思います。はい。そんな中でね、じゃあ、富士フイルムで新しくカメラを買いたいよって人に対して何をおすすめするのかっていう話も結構ね、派生していろいろ出てきてまして、多くの人が、いや、XS20 買うぐらいだったら、もうプラス数万円して XT5 とか XH2 を買ったらいいじゃないかというような意見もあったんですけど、でもね、自分としてはね、それに関してはちょっと、と思う部分もあって、もともとね、この XS10 を使ってたからっていうところもあるかもしれないんですけど、XS20 をね、買いたいと思ってる人って、やっぱりね、動画も写真もやりたい。かつ、コンパクトで。っていう人たちだと思うんですよね。そうなった時に、さらにじゃあ、重たくて、大きい上位機種を追加の値段を出して買う方をおすすめするのかってなった時に、自分としてはね、むしろ、そういう方々では、中古の XS10 を買ってもらえばいいんじゃないかなと思っております。正直これもなんか全然現役なんですよ。めちゃめちゃいいカメラですし。ただ動画をメインで絶対撮るんだっていう人であれば、ちょっと選択肢は変わってくるんですけど、写真も撮りたいし、動画も撮りたい。けどそんながっつりは使わないよっていう人に、初めての富士フイルムのカメラを買うってなった場合は、全然ね、中古の XS10 でいいと思います。XS20 が出たこともあってか、結構中古の在庫もね、増えてきていると思いますので、結構狙い目のね、カメラなんじゃないかなと思います。やっぱね、富士フイルムで動画を撮りたいっていう人も一定数いると思うんですよね。で写真も撮りたいけど、やっぱ動画もね、今の時代だから結構綺麗に残したいよっていう人に、この富士フイルムのカメラってめちゃめちゃマッチすると思っていて、でそんな中で今のタイミングでも初めて買うカメラとして XS10 はね、おすすめできるんじゃないかなと個人的には思います。肝心の自分はどうするのかっていうところなんですけど、実はね、予約しちゃいました。予約しちゃったんですよ。もうね、予約開始日のお昼ぐらいにはね、予約しちゃってました。サミットを見た瞬間ね、これは買いだわと思っちゃって、買っちゃいましたね。はい。6月の末に届く予定にはなっているので、多分ね、間に合ったと思う。なので、XS10 からの買い替えという形でね、XS20 お迎えしたいなと思っております。でも、買ってすぐはね、XS10 との比較みたいな動画もね、作りたいかなと思っておりますので、しばらくはね、2台持ったまま行こうかなと思っております。こんな感じで、富士フイルムね、新しく発売された XS20 について、XS10 ユーザーから見たね、感想みたいなところをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。結構ね、本当にカメラって自分の用途に合うかどうかっていうところが一番大事だと思うので、周りの意見に流されずにね、自分のこれだと思うカメラをね、選んでいただければ一番いいんじゃないかなと思いますので、今話した内容も一つの参考意見としてね、聞いていただければ幸いです。自分のチャンネルではですね、こういったような撮影機材の話だったりとか、あとデスク周りのガジェット関連の
紹介とかをね、演技させていただいているチャンネルです。ちょっとでもね、参考になったという方、今後 XS20 をね、購入検討されている方とか、今後 XS20 の動画をね、出していこうと思っておりますので、ぜひですね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。